皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは3日前にお出ししたレーザーテックの話題、スコーピオンキャピタルという空売り機関に唐突に粉飾決算をしているのではないかとイチャモンをつけられたわけですけれども、前回はスピード重視で動画を作ったため盛り込むことができなかった裏側というのを探っていきたいと思います。そもそも空売りをするためには株券をどこかから調達しなければいけないわけですが、必ずその需要を取り持つ仲介役、証券会社が間に挟まっているはず。今回で言うと、スコーピオンキャピタルがレーザーテックの株を空売りしたい。その需要に応えて、レーザーテックの株券を集めてきた証券会社があるはずです。今回の事件の片棒を担いだ証券会社は一体どこなのか、データでご覧いただくとともに、同じように、レーザーテック以外にも証券会社が空売り用の株券を大量に調達して、世の中の空売り業者に株券を斡旋しているような銘柄。他にどういった銘柄があるか調べてみると、今週レーザーテック以外に話題になった銘柄も出てきましたので、ご紹介したいと思います。まずレーザーテック、前回の動画をお出しした日の夕方になってようやく補足資料として具体的なスコーピオンキャピタルが指摘するような受注高と売上高の関係、あるいは商品別の内訳など、今までレーザーテック側が見せてこなかったデータというのを公表してくれました。反論内容としては、おおむね前回の動画に沿う形となっており、一安心といったところですけれども、実はすでにスコーピオンキャピタルは空売りポジションによる利益を買い戻しで確定させている、X でしょうもない再反論をしている、騒ぎ立てているように見せかけているのは、すでにポジションを解消したことを悟られないための芝居とも考えられるわけですね。そのように考えられる根拠となるデータをご覧いただくわけですけれども、そもそもヘッジファンドがですね、空売りを仕掛けるとなると、先に株を売って下がったところで買い戻すというような投資行動になりますので、先に売るための株券を調達してこなければならない。その調達を担っているのが仲介役となる証券会社。そしてさらに証券会社が集めてくる株券、どこかから借りてくるという形のわけですけれども、その元となる貸し手というのは2パターンありまして、現物保有となっている ETF や投資信託、年金運用などの世界で大量に持たれている株券、もしくは個人投資家が信用買いで買っているもの、こちらに関しては騰落による損益は個人投資家に帰属しますが、株券の保有者名義となるのが証券会社のため、当チャンネルで需給分析シリーズ化している小型株などでよく用いられるレンディングのルートですね。ただ今回の場合はレーザーテックと非常に大型株ですので、基本的に証券会社が調達する先は現物保有となっている ETF、投資信託や年金運用といった機関投資家から借りてくるのが一般的です。なぜかと言いますと、信用買いの方は少しでも株が動くとポジションクローズされた時にヘッジファンドに貸している場合は返してもらわなければいけませんが、大きなロットで保有している現物型のファンド、この場合は多少値動きが起きようがそこまですぐに返してくれと要求されることはない安定した貸し手となっているわけです。今回はその中でも日銀が巨額な投資をしている ETF、レーザーテックですので、日経平均、トピックスともに組入れ銘柄、現物で持たれているロットというのは最も大きい銘柄の一つです。この ETF からどれくらい日時でレンディングが行われているかご覧いただくと、こちらのグラフは前回お出しした動画の速報の時にも少し添付しましたが、ETF からの貸し出しの比率が棒グラフ、そして黒の線グラフが貸し出し両率ですね。かなりの大型株ですので、そんなに逼迫することもなく、両率は吹き上げることはあまりありませんけれども、ETF からの貸し出し比率のところをご覧いただきますと、10% 弱まで6月の頭に伸びている。これがスコーピオンキャピタルのポジションに回されているんではないかと。そんな話でしたね。この5月中旬から6月にかけてのところ、ここだけをピックアップして、比率ではなく株数で推計していきますと、こちら。棒グラフ、レンディングされている株数の推計が左の縦軸で、緑の線グラフはレーザーテックの株価、右軸になっています。5月下旬のあたりで、ところどころ10万株程度の貸し出し需要がありますけれども、この辺で貸し出しを要求しているのはゴールドマンサックスを仲介としている取引となっています。そして月末月初段階では
貸し出しのポジションがほぼなかったんですけれども、赤の棒グラフのところですね、6月3日から急激に前回の動画間違えて30万株程度と申し上げましたが、ETF 分のうちトピックスの連動型だけカウントしたため、日経平均の分も合わせると80万株、こちら保守的に推計していますので、もしかしたら100万株弱までスコーピオンキャピタルに回されているかもしれません。そしてこのポジション、6月4日、5日と月火水で大きなポジションを持った後、6日に全部返済が入っています。この6月3日から5日にかけて大きなレンディングを斡旋した証券会社は、実はシティグループでした。このシティグループがレーザーテック株を借りてくるというのは結構珍しい、最近ではなかった、唐突に現れたというところも、スコーピオンキャピタルに仲介を行ったんではないかと思わせる一つの要因です。そしてレーザーテックの株価、3日は4万円、そこから5日は3万6千円を割るところですので、10% 近くは鞘が取れているかもしれないと。例えば80万株で計算すると、300億円のロットで30億円ぐらい抜いているというようなイメージですね。非常に腹立たしい卑怯なやり方ですけれども、個人投資家の皆さんが一目見てもちょっと変だな、怪しいなと思うようなスコーピオンキャピタルに協力しているこのシティグループ、実は結構悪いやつではないかという話ですね。例えばレーザーテック、先ほどから申し上げているように ETF はじめ大量に現物保有がある銘柄、大株主のリストをご覧いただきますと、上から順番にブラックロック、野村ホールディングス、GPF、さらに国内系の運用会社が並んでいるという順番ですね。スコーピオンキャピタルのしょうもないレポートの中には野村ホールディングスが 7% あると。レーザーテックが野村不動産から土地を買い取ったのは、実質大株主とのズブズブな関係性だと、トンチンカンな指摘がレポートに入っていましたけれども、これは日銀が保有している ETF を運用している野村アセットの保有分です。そもそもブラックロック、これも ETF をたくさん運用している会社。直近 1,2 年ですと日銀は野村や大和といった ETF をコストが高いという理由で外してブラックロックの ETF を一本買いしてきた。そんな経緯もあります。また証券会社という観点から言うと、当然野村ホールディングスの中に野村証券入っていますし、5番目の三菱 UFJ フィナンシャルグループ。ここは先日金融庁にご指摘を受けてしまった証券会社。さらに9番目には大和証券。また18番目一番下には JP モルガンなど、ここまで来ると保有比率 0.5% となっていますので、かなり小さくはなりますが、ご覧のようにいくつもですね、証券会社、金融機関含めてランクインしている。黒塗りになっているところは個人投資家の名前が入っていますので、伏せているだけということで、シティグループは全く持っていないに等しいわけですね。当然、空売りを行われるのを分かっていて、斡旋していますので、自分たちの系列でロングのポジションを持っているというのは考えにくい。こういったところからもスコーピオンキャピタルがシティを使ったと考えられる理由になってくるわけです。そしてスコーピオンキャピタルがレポートの中でよいしょしていた KLA。シティは逆に KLA の目標株価を足元で非常に高い水準引き上げたというような話もありますので、意外とスコーピオンキャピタルとレーザーテックという2社の問題にとどまらず、仲介を行っていると考えられるシティグループ証券、さらにそこと関係性の深い KLA、ここまでこの問題は波及してくるかもしれません。波及してくるというのは、処罰の対象が広がるとかそういう意味ではなくて、ここからは個人的予想ですけれども、例えば従来レーザーテックの商品、マスク検査装置に関して参入リスクが考えられると言われてきた KLA、ここが本当に近々参入を考えているのかもしれない。参入する前にレーザーテックをある程度蹴落としておきたいと。そこまで話してしまうとドラマの見過ぎで深読みの度が過ぎるかなと思いますが、もしかしたら KLA の方の企業分析してみると何か出てくるかもしれません。今回はそこまではやっていませんが、余談ですけれども、レーザーテックの株主が今、スコーピオンキャピタルという邪魔者に対して要求しているアンケートというのがネットに上がっていました。スコーピオンキャピタルの電話番号や所在地、あるいはそこを率いている人間の所在地年齢と、そういった選択肢があったんですけれども、個人の所在地を探したいというふうになると、ちょっと何をするために
それを知るのか考えると怖いですけれども、少なくとも会社の所在地ぐらいは教えろよと連絡取れるようにはしてほしいと株主たちは思っているようですね。ということでブルームバーグを検索してみると、普通にプロフィールが出てくるわけです。ネット上でググってもスコーピオンキャピタルの情報全然出てきませんけれども、しっかりとブルームバーグ上にはある程度ですけれども住所までは書いていない。ということで電話番号+1アメリカですね。そして212というのがニューヨークと、どうしても怒りが収まらず、すぐにでもこのアホと話したいという方はこちらにお電話をかければよろしいかと思います。電話じゃ気が済まへんという方は、この電話番号から頑張ってスコーピオンキャピタルの所在地探ってみますと、212のニューヨークまではわかりますけれども、そこからですね、850となっているところ、どのあたりかと言いますと、このマンハッタン37番街といったようなところ、ここより具体的な住所までは割り出せませんが、このあたりの通りを訪れてみると、お昼休み時にはこのアホ面が拝めるかもしれません。さて先ほど ETF からどれくらい貸し出しが行われているか、比率と両率をご覧いただきましたけれども、レーザーテックに限らずですね、日銀が大量保有しているぐらいですので、たくさん株券があるにもかかわらず、上限いっぱいまで貸し出しが行われている銘柄というのをリストでご覧いただきますと、許容株数というのは ETF の全保有株数ではなく、そこからレンディングに回してもいいよという数字が100ですので、例えばですね、とある ETF の運用者が普段の資金流出入勘案して保有株数の7割5分ぐらいまでは手元に持っていなくても大丈夫だな。残りの 25% で流出入の対応は可能だなと考えたときに、その貸し出せると判断している上限というのが 100% の数字に当たります。ですので、例えばレンディングのマーケットで非常に需要が旺盛な銘柄、ご覧いただいているような名村造船所、ミルプラスホールディングス、厚生証券や明太子といったところが株券の流通量少なくて貸してくれと言っている証券会社が多い場合、先ほどの例のとある ETF の運用者、保守的に7割5分ぐらいは手元になくていいなと思っていたけれども、貸し出した時の両立が美味しいので、8割までは頑張って貸し出してもいいかなと、そんな風に判断すると 100% を超えてくることもあると、普段許容しているような割合を超えて非常にレンディングの需要が旺盛な銘柄というのが 100% を超えてくると、そういったデータになってきます。右側貸借両率、年率何%、ETF 側が貸し出しの手数料を受け取れると、この数字が大きければ大きいほど貸し出した時には美味しいわけですし、レンディングマーケット上で株券が非常に少なくなっているという銘柄というわけですね。そうするとリスト上位一番上の名村造船所から 106% あたりまでのランキングご覧いただきますと、だいたい30銘柄近くあるわけです。その中でも貸借料率の高い銘柄というのは PH ホールディングス 10.4% であったり、担当ホールディングス 19.5%、ライトオンの 7.8%、DLE の 11.7% などが非常に高い両率として貸し出されている。この数字が必ずしも高ければ高いほど株券の需給が逼迫しているために株価が吹き上げると短絡的には決めつけられませんが、一つの参考データにはなるわけですね。ご覧のリストの中から今週レーザーテックの話題が出る前に騒がれていた銘柄、その他に気になる銘柄をいくつかピックアップしたのでご紹介したいと思います。まずはリストの一番上に出ていた名村造船所。これがレーザーテックの前に少し話題になっていた銘柄ですね。ETF からの貸し出し状況をご覧いただきますと、両率はそこまで高くない 2% 前後なんですが、5月下旬に入るあたりに一度 100% を超える水準でレンディングが行われている。先ほどのリスト一番上でご覧いただいた 107% ですね。ここまで伸びているという状況。そこから足元にかけては少し返済が進んでいます。ということでこの状況を挟んで株価がどのような推移をたどってきたか。許容株数を超えてレンディングのマーケット、需要が旺盛になった5月下旬に入るところというのは1900円弱の株価でしたけれども、そこから月初ですね、6月の3日に一気に株価急上昇して2400円と 26% 程度の上昇を見せました。ただこの上昇というのは1日限りとなり、今度翌日には大幅に下落して
2000円程度まで戻しているということで、この無理をして瞬間的に貸し出している、この瞬間に目をつけていかなければいけないというようなデータになってきますね。もう一つ、名村造船所よりももっと足元近いところでレンディングマーケット、需要が逼迫している銘柄、それが PHC ホールディングス。こちらの銘柄は名村造船所と違って、両立の方もかなり急上昇しているのが見受けられます。ETF が無理をして貸し出しを行っている 100% を超えてきたのは6月入ってすぐのところです。こちらも 107% 程度。そして黒の線グラフ両立右軸ですけれども 8% を超えている。グラフ上出ていませんが、足元のところ直近まで引っ張ると 10% までいくという形でかなり両立高い部類に入ってきます。この銘柄の株価推移、こちらご覧いただきますと、6月3日のところで1097円となっていたところから、足元1168円と、先ほどの名村造船所と比べるとかなり割合としては小さいですが、上昇率は 5.7% と、上がり方としては急な角度の上昇を見せています。ということで、現物保有ファンドの運用者が無理をしてでも貸しているような銘柄、そこまで借り手の需要があるということですね。しかも、両率が高いような銘柄というのが必ずしもではありませんが、株価の方向性としては支えになってくれるようなデータであるということです。ただ小型株がどんどんと踏み上げていくような局面というよりかは、名村造船所のように賞味期限としては短めと、そういった違いが見受けられます。また先ほどのリスト上で貸し出し比率や両率が高い水準にありながら、まだその状態を維持していて、株価が動いていないような銘柄、例えば2つピックアップしますと、ダントーホールディングスとライトオン。左側のダントーホールディングスは貸し出し両率 20% に迫るような高さですね。それも5月月末あたりから急激に上がっていますので、近々株価にも動きが出るかもしれないと。1ヶ月間の推移ご覧いただきますと、足元のところ少し一度下がっていますので、このあたりから返済のための買い戻しが始まってもおかしくないかもしれません。また右側ライトオンに関しては、貸し出し比率5月以降 100% を超えていて、両率に関しては3月あたりから2桁%を記録したり、5% 程度のところまで押し戻したりと、両率の上げ下げが激しい銘柄になっていますが、足元のところでは少し1ヶ月ほど横ばいが続いているということで、このあたりももう少し両率上がるような需給の逼迫具合だと今後株価が動いてくるかもしれない。1ヶ月間の推移をご覧いただいても、5月の月末から上がり始めているように見受けられますが、メモリ自体がですね、375円から95円のレンジとそこまで大きくないので、この後の動き、月末以降のトレンドが継続してくるか、貸し出し比率や両率の状況と勘案しながら今後見ていきたいと思います。ということで今回はレーザーテックの話題から裏側にレンディングを唐突に行ってきた証券会社シティグループ、そのデータついでにですね、レンディングマーケットで需要が逼迫しているような銘柄というのをご紹介いたしました。中ほど申し上げたシティグループや KLA の企業分析など、もう少し時間をかけて調べてみたいと思いますけれども、その中でもしですね、万が一面白いネタが出てきましたら、またご紹介したいと思いますので、メインはデータ分析、銘柄の需給逼迫、そういったところを取り扱っているチャンネルですけれども、少しでもご関心お持ちいただければ、高評価チャンネル登録して今後もお楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。